こんにちは、みえこです。今日は前回作ったパターンを使ってマチのあるポーチを作りました。裏はこんな配色にしましたよ。そしてファスナーつけましたが、大きく口が開くので使いやすそうです。化粧品を入れたりするのにいいかもしれませんね。それでは作り方をご説明します。前回作ったパターンと同じなので、接着キルト芯も同じ大きさのものを使います。そしてこのように線を描いて、丸みを出すためにこのように円を描きます。フリーハンドでも大丈夫ですよ。そしたら布を用意しますが、やっぱり 2.5 センチと 3.5 センチ幅のものを用意します。そして中央ですが、これは4センチ4センチにしました。カットしやすいですからね。ではここから縫います。まずは細い 2.5 センチのものから縫います。前回の動画を見ていたらもう皆さん知っていますよね。そしてですね、このパターンの曲線の部分に当たるところですね、この曲線の部分の 2.5 センチを縫うときに、曲線の中だけ縫えば大丈夫なので端まで縫いません。曲線の内側というか曲線の中だけ縫いますよ。この赤い布は接着芯の端まで、これだいたい端まできますから、その後薄い色の布を2回縫って終了です。一つの角だけ空いていますよ。このように作ります。で、もう一つ、今度は前回作ったものと同じように作ります。先ほどみたいに一つのコーナーを開けないで全部縫いますよ。はい、できました。このように縫ったものを2つ作ります。そして全方向縫ったものを2つ作ります。
これを全部塗って一つのパターンが完成ですよ。はい、できました。そしたらこの曲線のラインにカットします。これを2つ作ります。裏と表ですね。そして底を縫います。次にキルト綿に重ねてアイロンで接着します。続いてキルト綿をカットします。横の部分は残します。曲線の部分だけトップと同じ大きさにカットします。そして裏布を用意します。裏布は横の部分だけ縫い代 2.5 あります。次にミシンでこの曲線の部分だけ縫います。この曲線の部分に後からファスナーをつけます。そしてこのようにカットしますよ。曲線の部分にも細かくカットを入れます。そして表に返します。このように作ります。一度プレスして刺繍をします。キルトでも大丈夫です。ミシンで縫っても大丈夫です。そしたらファスナーをつけます。これ便利なファスナーですよね。このように針で留めてそして大きさが同じようにできているか確認した後、表側からミシンで縫います。
できたらこのように重ねてみて、次にファスナーのジッパーを入れます。裏側にして横の部分を縫います。ここまちになります。キルト綿のある部分を縫います。その後余分な裏布を少しカットして、裏布をこのように折ってもう一度ミシンで縫います。両方縫ってくださいね。そしたらこのように折ってマチを作ります。マチなくても使いやすいですよ。続いてファスナーの布端をこのように布の耳などを利用して縫います。そしてファスナーのつけた端の部分、ここ空いていますから手縫いで閉じてくださいね。完成しました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。